幸せでありますように。次もちょっと人生相談ですね。離婚家庭で別れて暮らしてきた父の介護ということで、私が1歳の頃、両親が離婚し、母子家庭で育ってきました。今、父は介護が必要な状態でヘルパーさんに来てもらっています。父の介護はすべきでしょうか。まあ本人にとっては納得いかないっていうことでしょうね。そうだと思いますね、おそらく。なんでずっと離れて暮らしてたのに、いきなり介護の話。こういうケースは、結構あるかもしれないですね。だからその場合はね、わがままやら理屈は通らないんだから、たとえ父親でなくても人が困ってる時は助けてあげるでしょうね。だからこれは人間としての道徳であってね、避けられないしね。大変ですけどね、どうせ人生っていうのはトラブルばっかしでね、幸福三昧っていうことはないしね。だから母子家庭で育てて、だからこの問題はこの夫婦の問題に子供はあんまり関係ないんですね。で、父親が別れていったならば、それはお母さんとのトラブルでしょうしね。子供の問題じゃないんです。だから自分にとっては父は父親ですからね。でも夫婦の間でね、お父さんお母さんの間で問題あるんだから、なかなかね、子育てに手を出せなくなったりとかね、いろいろありますから、だから面倒見てあげるのは当然でしょうね。このように質問を心の中に置くのはこの父親に大変お世話になってましたから、老後恩返ししましょうとかね、そういうやりとり考えてるからなんですね。お世話になったならばそれを恩返しするのは当然当たり前なんですが、人を助けることは普通にすごく素晴らしい道徳であってね。で、介護する自分がすごいしっかりしますよ。精神的にも強くなるしね。1歳頃離婚したならばね、もう随分年が離れていて、また、よくわからない、これ関係はね、1歳。この人の年齢とか何も書いてなかったので。だから父は介護が必要ということは結構。年ってことですよね。年取ってるでしょうね。離婚した父親がいきなり飛んできたわけじゃないでしょうしね。離婚した家庭といってもその一緒に住んでない親との関わりっていうのは本当千差万別で、全く関係なくなっちゃう場合もあるし、ある程度定期的に会うこともあるし、だからこの人がどういう境遇だったのかっていうのはよくわからないですけど、なんとなく文面から匂ってくるのはあんまり関係がなかったっていう感じはしますけど、この場合は自分のところにいるような気がしますね。ヘルパーさん来てもらっているということでね。とにかく介護してくださいと、たとえ父親でなくたってもね、人が自分で何もできなくなった時は、この介護することは大変な素晴らしい善行為になります。大変ですけど、今もうどんどんね、介護必要な人々が増えてくるんだからね。人生っていうのはね、そういうことでなかなかね、楽しく過ごせることはできないよ。何かしら問題がある。そういうわけでこの介護をすべきでしょうかと悩みながら、悩んだっても、介護に手を出してるでしょうしね。だから介護してください。やりたくないと思いつつやるよりは、これはもう普通の
のこと、普通のことだと思ってね、介護をした方がいいと思いますよ。日常茶飯事のことであると理解してね。とにかくいいし、すごく善行為になりますので、まあ自分自身がそれによって幸福になりますからね。精神的にね、すごい安定して落ち着いたそうしね。まあとにかく善行為なので、気持ちよく頑張った方がいいと思いますね。父親の介護がすごい善行為であると思って頑張った方がいいと思いますね。がん治療中の麻薬の使用について、自分はステージ4のがん患者ですが、現在医師からこれは疼痛っていうんですかね、コントロールのために投与されている、薬の中に麻薬指定されている薬が入っています。これは仏教的に誤解の不穏樹解を破ることになるのでしょうか。それとも一層のこと服用を中止した方がいいのでしょうか。お忙しい中恐縮ですがご回答をよろしくお願いいたします。まあそれは簡単に答えはね、不穏集会にはならない。これだから私にも紹介されましたから病院でね、このいろんな痛み止めのね、これ麻薬系の痛み止めこれぐらいありますよとかね、好きなものを選んでくださいとかね、これは薬だからね、麻薬じゃないんです。痛み止めの薬なんですね。ですからそれは先生解離には関係ないんですね。だからこのすっごい苦しくて痛くてね、もう激痛でね、悩むよりはまあ痛み止めで落ち着いた方がいいと思いますね。喋ってる私も痛み止めで飲んでますか？いるんだからね。今日はちゃんと飲まれたんですか？まあ夜の部分はまだ飲んでないんだけどね。それに医学的に推薦するものは解離質とは関係ないんです。で麻薬っていうのはもともと医療の植物でしたから、そうですよね。人を助けるためにあった薬でしょうね。そこら辺の人間がそれを悪用しているだけのことで、だから我々のイメージもなんか悪くなってるんですね。昔だったらそういう麻薬とは言わなかったんですね。ごく普通にあったんです。でこの麻薬の日本禁止されているなんて言いますか葉っぱはね、大麻ですか？大麻とかはね、普通の家で家庭で育てて料理にも使っちゃうし、いろんなものに使っていた普通の薬なんです。それは人間が悪用する方法を発見したっていう。だから人間が麻薬として使う場合は解離質違反なんですけど、薬として使う場合は問題はないんですね。これは仏教に関する質問です。慈悲の瞑想は悟るまで。慈悲の瞑想についてですが、私は幸せでありますようにと願いますが、私とは自我であり、自我は錯覚ですので、私はないということになり、ない私が幸せでありますようにと願うこととなり、おかしいのではと思いました。しかし、自我がないのは下脱したアラカンだけであり、私はまだ下脱していないので、自我があり、慈悲の瞑想を実践しなくてはならない。そして、アラカンになれば、慈悲の瞑想は必要なくなると考えました。このような思考について、スマサーラ長老のコメントをいただければ幸いです。私は幸せでありますようにと思う場合はね、ただ、自我があるかないかではなくて、世間的な、一般的に考えるんですね。何かに我々は私と言ってますから、これ自我でなくてもね、ご周運でしょ。ご周運に自分と言ってるんだからね。幸せでありましょうにっていうのは精神的に安穏でいることですね。だから精神的に安穏でいることは決して悪いことじゃないんだからね。
自我は錯覚であるということは、ヴィパッサナ瞑想で科学的に発見するもので、人間として一般的な即世間では私はというふうに言って慈悲の瞑想をします。だから瞑想2つ教えてるんだから、慈悲の瞑想はまあ一般的な考えで、一般的な気持ちであるものでね、誰だって幸せになってほしいと。で、物事を客観的に観察すると、すべて因縁法則で一時的に成り立つもので、流れるものであって、実体は成り立たないと、もう発見することが知恵と言うんですね。まあ、それは、まあ、楽観になる道になりますね。だって自我は真理として成り立たないってことを発見した人もね、それからもう普通の社会で人間として生きてるんだから、まあ慈悲の気持ちでいるんですよ。たとえあらかになっても、慈悲の気持ちでいるんです。生命に対するアプローチとしてね。それほどトラブルではないと思いますね。だから慈悲の瞑想ではあんまりこの時間の問題考えないですごい気楽にみんな幸せでいることをイメージするんです。一発な瞑想に入ると自分とは何所やっていうことでまあそこで初めて自我ってあるかないかっていうことは課題になるんですね。この両方2つ別々で考えてやっていただきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。次の方、次の質問。同じ方ですかね、これはね。エコーの考え方。私は家族を亡くし、毎日仏壇の前で亡くなった家族にエコーしています。生命は下脱しない限り輪廻から離れることはありませんので、私の家族は亡くなると同時に業に従い生まれ変わっていると思います。私の家族がどこの誰に生まれ変わっているのか分かりません。また生まれ変わった家族は生まれ変わる前の私との生活の記憶もないと思います。どこかに生まれ変わった私の家族が心清らかで幸せでありますように、仏教に巡り合いますようにと仏壇の前で願い、その後エコーの門を唱えています。このような考えで行うエコーに問題がないか、スマーサー長老のコメントをいただければ幸い。問題ないんですね。こんな誰だって知ってるわけじゃないでしょうしね、亡くなった人はどこにいるのかとかね。ただ、万が一、ね、功徳を受けられる状態にいるならば、こちらから移行しなきゃね、まずいでしょうしね。移行することは仏教の世界の習慣だから、せっかくブッダの教えに巡り会えたんだから、まあ、必ず移行するという先行為をしなくちゃいけないんですね。まあ、移行しても、それ以上関係ないんで、向こうはこの功徳を受けるか受けないかとかね、そこまではもう考える必要ないんですよ。それでお釈迦様に直々その問題を聞いたところで、必ずエコーしたら受ける生命がいるんだよと。だから無駄にならないという答えだったんですね。この、じゃあ章にか、なんとかのバルマン人にね、じゃあ章にか、名前覚え出せない。そういうことで、この、自分の親戚ですね、過去の。だから輪廻の親戚でもね、エコーすれば、受けるんですよ。受ける人が、生命はもう必ずいるんだよと。それぐらい輪廻は長いんです。だからエコーすれば、その功徳を受ける生命はいるんだということで、まあ、エコーの習慣あります。で、最近亡くなった家族何人かを持ってエコーしても、その方々に行くかどうかわからない。でも一人一人には無限の輪廻があるんだからね、過去世が。だから無数の親戚がいるんですね。エコーを受けられる次元に生まれてる生命、無数にいるんです。だから、お釈迦様の言葉から見ると、エコーしたら必ず受けるんだよと。
向こう側が。輪廻が無限に近いっていうか、まあ要するに数えきれないぐらいずっと輪廻があるとすると、一切主情はどこかで親戚だったってことになっちゃいますよね。そうなりますしね。まあ、あんまりも生命の数っていうのはね、すごいんだからね。そういうのはね、まあ具体的に証拠を出せる世界でもないんだからね。逆さまな言葉通りにね、まあエコーすれば受ける生命はいるんだよとね。ですから誰のエコーも無駄にはならないんだよっていう言葉があるんですね。まあとにかく無駄になるかならないかっていうことは自分にわからないことですから、自分の修行としてエコーする習慣をつけた方が自分の人格に良い影響は入りますね。自分自身がいい人間になる、優しい人間になる、いうことになる。自分の幸福は自分が他人との分けて使う人間になるしね。あ、なるほど。何でもエコーしますっていう気持ちになれるような、そういう人格になった方が、結局はその人の精神的な向上になるから、実際エコーが届くか届かないって言葉を気にするよりは、自分がそういう性格になった方がそうですね。いいってことですね。以上でしょうか。はい、ありがとうございます。